絵を描くのに夢中になってずっとやっててたら、あれをこれを絵を描く方向に行ったって感じです。はい、イラストレーターとして活動していますソ野と申します。普段は創作を中心に、イラストを描いていまして、創作が一番大好きなイラストレーターですはい。物心ついた頃、5、6歳頃からはもう絵を描き始めてたかなと思っていて、結構スケッチブックみたいなのの端にこう落書きしたりとか、そういうことをよくやってた子供でした。結構絵本を見るのが大好きな子供だったので、絵本の中のこう文字を見ながら絵を見るっていうのが自然と好きになって、でその中のそのストーリーがある絵っていうのを結構自分でも描きたいなって思いながら、自分でなんか考えた絵本を描いてたのが描き始めだったんじゃないのかなと思います。そうですね、未だに覚えてるんですけど、猫と木のおじいさん、桜の木のおじいさんっていう絵本を自分で創作して、それを描いてましたね。田中達之さんという、アニメーターさんの監督さんがいらっしゃるんですけど、でその方が描かれる世界観だったりストーリーがある絵っていうのがすごく好きで、中学生の頃に結構模写したりとかしてて、だいぶ影響されていると思います。田中達之さんの絵が結構ストーリーの場面場面を切り取った形の絵っていう感じで描かれていて、で特にこうキャラクターの動きだったり表情だったりが結構臨場感ある形で生々しく伝わるような絵を描かれる方だったので、そういうところがすごく好きで、自分もそういう絵が描けたらなっていうので、キャラクターたちが生々しく動いているっていうのを結構意識しながら描いてたかなと思って、その部分が影響されていると思います。実際学校に行って学ぶっていうこと自体は、大学入ってからがスタートでして、芸大を出てアニメーターさんとかに憧れてたので、アニメーションを専攻する学校で絵を学びました。厳密に言うとアニメーターというよりかは、脚本だったりとか監督業っていうところに興味がありまして、でその辺の映像監督っていうところを目指してやっていました。勉強してました。映像を勉強する中で結構絵を描く授業っていうのがたくさんあったんですけど、自分がすごく入り込んで集中して制作というか集中して創作できるっていう部分がすごく魅力に映って、でアニメーションの現場って結構分業といいますか、パートに分かれて制作したりとか、結構チームワークが大事な制作だと思うんですけども、自分一人で一つのものを全部仕上げられるっていう、絵はそういう魅力があると思っているので、その部分にもっと惹かれていった感じで
絵を描くのに夢中になってずっとやっててたら、あれよこれよ絵を描く方向に行ったって感じです。そうですね、自分で全てを演出したり作っていけるっていうところにすごく魅力を感じてました。そうですね、その大学芸大で学んでいた頃に先輩方々が結構就職だったりとか、そもそも映像だったり絵を持って仕事をするっていうことに結構苦労されてるのを見て、自分がこのまま楽しくってやっているんだけど、楽しくって勉強しているんだけど、このままやってて本当に一人前として社会人になれるんだろうかっていうところがちょっと不安になってきて、絵が描けなくなった時期があったんですけど、そこを、乗り越えられるように手伝ってくれた先生方々がいて、その先生方々の応援と、勇気をもらってまた絵を描き始めるっていうところに持っていけたかなっていうのがあるんですけど、その時に結構その自分が好きなものを諦めないっていう勇気をもらって、ちょっと絵自体も変わった部分があったんじゃないのかなと思っています。それまでは絵自体が誰かの真似に近いような絵を描いてたような気がするんですけど、自分自身の本当に描きたい絵ってなんだろうっていうのをすごく見つめる時期だったので、本当の自分の絵っていうのをすごく探し求めてたっていう、真似じゃない絵って何なんだろうみたいなのをこう気にしながら描いてた、練習したりとかしてた気がします。このシーモンスターって書いてある絵の方なんですけど、こちらは私がずっと会社勤めだって絵の仕事をしていたんですけど、会社を辞めてでどうしようかっていうのを、また転職するのか、フリーになるのかっていうのを決められてなくて迷っていた時期だったんですけど、その時に自分が幼い頃絵本が好きで絵を描いていたっていうのを思い出して、自分なりに自分が今まで感じたもの、経験したものをもとにちょっとストーリーを作って、でそのストーリーをもとに絵を描いてみようっていう風に時間が経ってなったもので、それを描いたんですけど、結構これが一番 SNS 上で、ファンの皆様にすごく反響をいただいて、で自分が本当に好きなものをやった時に一番、皆さんに喜んでもらえたっていうすごく成功体験といいますか、嬉しい出来事だったので覚えている大事な一枚です。いずれ自分でこれを広げていけたらいいなとは思ってはいるんですけど、当時この絵で、想像してたストーリーは、クジラの亡霊が住む海の中で、漁師をする少女たちの話っていうのを考えてて、でそれは結構自分がそれまでに経験したことだったりとか、その時抱いた感情みたいなのをメタファーとして作品を作りたいなと思っていたので、それを象徴するようなちょっと作品として、さっきのクジラの亡霊と少女の話っていうのを考えてました。そうですね、今すごくやりたい創作のストーリーがたくさんあって、自分の中でこの話を忘れないようにっていう意味でも一枚書いてたのはあるんですけど、いずれ近いうちに作れたらなとは思っています。
はい、これは私が今現在同人誌だったりとかで、創作している作品があるんですけど、でその作品を描こうかなって思ったきっかけになった絵で、 SF がすごく大好きで宇宙の話だったりとか、今現在自分たちの、地球の中で起こっていることだったりをこう SF チックに想像したりするのがすごく大好きなので、その SF 作品を作ろうって思ったきっかけの作品になります。でこれが結構自分の中で今創作しているものの、始めとして、少女女の子が、未知の惑星で、自分のルーツを探していくっていう話なんですけど、そういう感じでちょっと書いたものです。はい。結構知的生命体って呼ばれる、人間とかもそうなんですけど、そういうものが辿っていけば祖先は結構一緒になっていくと言いますか、今私たちが言う知的生命体っていうものじゃないものにどんどんなっていくと思うんですけど、個人的には私たちが分かっていないだけで彼らは私たちより賢いかもみたいなのをちょっと考えたりすることがあって、自分のルーツをたどっていった先にあるものが自分と全然違うものだったりとか、恐竜だったり竜だったり、もっといけばなんかアメーバみたいなものになっていくと思うんですけど、だったりとかしていっても、そういうものになっていくことに対してなんかすごく遠い存在って思ってしまうところをもっと身近な存在として感じられたらなっていうのがあって、恐竜だったりとかもそうですし、死んだもの、骨って死んだものを象徴すると思うんですけど、その死んだものっていうものに対して身近な自分の存在、生きてる自分たちの存在だったり、知的生命体である私たちっていうものと近いものとして感じられたらなっていうのがあって、結構自分の絵には骨だったり遠い存在に感じるものを身近に感じるようにたくさん使っている、要素として使っているって感じはあります。はい、そうですね。ソーシャルゲームを作る会社に、所属してまして、ソーシャルゲームの中でもイラストに限らず全てのビジュアル、見えるもの全ての、世界観だったりとかカラーだったりとか、そういう印象付けになるものをトータルでディレクションする、監督するっていう仕事で、キャラクターデザインだったりとか、背景デザイン、UI、全ての見えるもののビジュアルを一つの世界観にまとめるっていう仕事をやっていました。自分の視野が結構広がったなっていうのがまずあって、もともと世界観だったりストーリーがあるものを描くのが大好きだったんですけど、やっぱそういうものって自分が見えるものの視野をどんどん広げていけばいくほど深みを増すものになっていくと思うんですけど、そういう自分が考えるものに対してもっと深いところまで、広いところまで見えるようにっていう訓練とか勉強みたいなところはあったんじゃないのかなと思っていて、結構絵だけじゃないもの、例えばさっき言ってたみたいにボタン UI とかボタン一つでもみんなはそこに世界観を感じれる部分があったりみたいな、そういう広い視野でビジュアルを見れるようになったのは良かったなと思っています。絵一枚を描く
だけですけど、その絵一枚を見た人たちが何を感じてどう思ってほしいのかっていうのを考えるようになったので、なんか視野が広がったっていう意味の中では、もうちょっとこう絵を見る自分自身の目がこう立体的になったというか、技術だけを見るわけじゃなくて、その中にある感情だったりとか伝えたいことだったりとかメッセージみたいな、そういうこう目に見えない部分も含めて絵を描くっていうようになれたところがあるかなと思います。それを全部自分一人で作るわけではなくて、たくさんの専門家の方々、それぞれの職人の人たちと一緒にその世界観を一つにまとめていくっていう作業だったので、それぞれの意見をこう吸収しつつ一つのものに引っ張っていく、旗揚げをするっていうのはなかなか大変な作業だったかなと思っていて、未だにそこまで得意ではないかなと思っています。はい。結構ワーカーホリックなタイプだったので、仕事で絵を描くこと自体が楽しすぎて、あまり個人的に絵を描くってことができなかったんですけど、一番の理由は自分の時間を作るのが難しくて、その自分の時間を作って絵を描く、個人的な絵を描くっていうのができなかった部分はあったかなと思うんですけど、今思うとすごく描きたかったんじゃないのかなと思っています。その時代の自分が。そうですね。もともと自分一人で全てを作れるっていう、こう絵の魅力にハマって絵を描き始めたはずなのに、自分一人で絵が描けなくなったっていうのがあって、それをこう忘れるかのように仕事に没頭してたんですけど、ふと思った瞬間、やっぱ 100% 自分で考えたものを出し切りたいなって思うようになり始めて、そこからちょっと独立しようかなっていう気になっていった気がします。当時 VTuber の流行りがこうどんどん来てた時代というか、VTuber のお仕事がたくさんあった時代だったので、私も VTuber のイラスト、キャラクターデザインを描くっていうのが初めてだったかなと思っています。ちょっと恥ずかしい話になるんですけど、もっとその当時その VTuber のことをもっと詳しく知っていたらこういう風に描けたのにっていう後悔はちょっとあったりしてて、当時分かってるつもりであんまり今思うと分かってなかった部分があったりとかして、その VTuber のキャラクターを愛してくれる人たちに向けて、目はもっとこういう風に描いたらよかったんじゃないかとか、もっと動きやすいイラストにしてあげたらよかったなとかっていう、ちょっとそういう部分はあったなと今思うと思っています。仕事を受ける前にもっとその依頼された絵に対しての、ジャンル、例えばさっき言ってた VTuber だったりとか、普通に1万円のイラストでも、こういう絵を作りたいんですっていう要望に対してもっと自分が深く知れるように事前に調査したりとかっていうのをもっと念入りにするようになりました。この辺ちょっと単純かもしれないんですけど、直感で自分が楽しそうって思うものが一番いい絵につながる気がしていて、で自分が描いててこれは楽しい
くなるんじゃないかとか、期待値ワクワク感だったりとかが感じれるものを書くっていう風には決めていて、そうじゃない仕事の場合だと結構自分が書くのに苦労したりとか、依頼された方が満足いけるような絵にならなかったりすることが多かったりしたので、なるべく自分が楽しいと思える依頼を受けるようにしています。まずキャラクターデザインとか背景を描いたりとか、いろいろジャンルがあると思うんですけど、そういうジャンルに問わず私の作品が好きで、その作品に近いようなものを描いてくださいって言われる時が、一番嬉しいというか、自分が創作が大好きなので、その創作と近いようなものが描けるっていう意味では一番楽しいなと思いますし、そうじゃないものに関しては自分がやったことない仕事、例えばずっとゲーム会社にいたので、音楽をされてる方のコラボイラスト、カバーイラストだったりとか、作曲のカバーイラストだったりとか、ファッション系のイラストだったりとか、そういう自分がやったことないジャンルの仕事が来るとやってみたいなっていう、挑戦してみたいっていう気持ちが湧いて、それが結構楽しいって気持ちにつながる部分が多いかなと思います。お仕事してる時は常にプレッシャーを感じていて、毎回依頼を受けて絵を描くたんびに思うんですけど、いただいたからにはその最大限自分ができる力を使って忠実に仕事をしたいと思っているんですけど、その気持ちが結構空回ってしまうんじゃないかとか心配になることもあったり、それを世に出た時に私が仕事をした分、お金をもらった分の効果がちゃんとあるのかとか、なかったらすごく依頼された方が悲しむんじゃないかとか、結構その責任、書いた分の責任みたいなのがついてくるかなと思うので、そこがちゃんと果たせるのかっていうのは気にして、結構プレッシャーになったりはします。モットーみたいな感じですけど、無理しないっていうふうには決めていて、で自分ができること以上のことはできないので当たり前かもしれないんですけど、自分ができるなって思うことをまずちゃんと分かって知っておくことで、それを知って自分ができないと思うことはなるべくやらないで、自分ができないと思うことの中でも、楽しいと思えるものだったり挑戦したいって思えるものは頑張りますけど、そういう感情生まれるものじゃないもの、例えばすごく期待されている分答えなきゃいけないみたいな、でそれが自分の能力以上のことだったりすると結構押しつぶされちゃうので、なるべくそういう意味で自分ができること以上をしようとしすぎないっていう風に決めて、無理をしないっていう感じでやっています。一番はプレッシャーになって倒れてしまう一番の原因って、私は寝ずにやることだと思っていて、で自分の絵に関して自分が描けないものだったり描きたいものがあるけどそれが表現できないって思うこと自体は今の私でもすごくたくさんあるので、それを超えたいって気持ちで努力するのはいいかなと思うし、その限界を決めずにやるのはいいんじゃないのかなって思うんですけど、体力的な意味で夜遅くまでずっとやるとか48時間寝ずにやっちゃうみたいなことを続けてしまうと、
自分が超えたい限界を超えられなくなる体が なってしまったりとか、精神的にもちょっと落ちていってしまうなっていう経験があるので、自分の限界値を決めずにやっていいけど、その自分の体の限界値はちゃんと知っててやった方がいいって思う感じですね。その体力的なところをちゃんと管理するっていう意味かなと思います。私は映画を見たりするのがすごく大好きで、ドラマだったり映画だったりアニメもたくさん見ていまして、でその辺のその映像作品を見る時間っていうのが私の中では息抜きになっています。最近見た映画でエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスという映画があるんですけど、でこの映画がすごく印象に残っていて、で監督さんが私と年がそう遠くない方で、この方のその各世界観っていうものがすごく共感できる部分がたくさんあって、で私はこの作品を見ながら涙を流すっていうぐらい感動したんですけど、ぜひ皆さんにも見てもらいたいなと思うぐらいには、気に入りました。私は結構影響される方でして、ビジュアルとか映像がこうだったからそれを真似するっていう意味ではなく、その映画を見た時の感動だったり感情、自分が抱いた感情、それは感動だけでもなく、怒りがあったりとかいろいろあるんですけど、その感情をもとに絵を描くっていうことをすると結構いい絵が出たりすることが多いので、自分が見たものでどう感じたか、何を思ったかっていうのをベースに絵を描いたりしてます。はい、影響を結構そういう意味で受けてるかなと思います。